こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回はコペンハーゲンの市内観光をまとめたものや手芸店とあと宿泊した Airb の紹介をしていきます。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。フル動画はメインチャンネルの方で紹介していますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。ホストの方からドットっていう交通系アプリをダウンロードしといた方がいいよって言われてたんですけど、結局利用する直前にダウンロードしてゾーンを決めてました。この1から4っていうゾーンがだいたい空港から市内をカバーしているので十分かなと思います。行き先は特に決めてなかったんですけど、とりあえず中央駅を目指しました。中に入ったらセブンイレブンが目について、ちょっとね中散策してきました。バンズとかドーナツとかいろいろ売ってて、あとデリもねすごくね豊富でした。なんか日本のセブンイレブンっていうよりはちょっとスーパーみたいな印象でしたね。チボリはなんと世界最古の遊園地で、ウォルト・ディズニーが参考にしたと言われてるテーマパークなんですって。もっとレトロな遊園地をイメージしてたんですけど、結構ちゃんとした遊園地で、入り口にチケット買う人で並んでたり、ジェットコースターに乗った子どもたちの賑やかな声が聞こえてきたり、なんかすごい楽しそうでした。ここから視聴者を目指します。この左側のコーナーのところはコペンハーゲンミュージアムって書いてあったので、美術館みたいですね。中には入らなかったんですけど、ここはシティパスを持ってると無料で入れるんですよね。美術館巡りを予定している方はシティパスを利用された方がいいかなと思います。このね電線がねずっとこう張り巡らされててね、面白いよね。この先に見えるのが視聴者です。視聴者の塔はコペンハーゲンで2番目に高い105メートルの高さを持つことで有名だそうです。視聴者の塔より高い建物を建ててはならないっていう条例があるそうで、近代的な建物はあっても高層ビルはないっていう歴史的な街並みが守られているそうです。で、中も自由に入れたので行ってみました。実際調べてみるとガイドツアーっていうのがあって、そのガイドツアーでしか見れない部屋とかもあるみたいです。この階段の装飾もすごい美しくないですか？でこれも何年建築なのかなって調べたら1905年でしたね。まだそこまで古くはなかったかなっていう感じです。ただもうすごくね重厚感もあるし、天井には絵が描かれてたり、こういうねなんか装飾もすごくねおしゃれでした。ここは来てよかったなと思います。本当は兵隊の交代式とか見たかったんですけど、見どころ満載で楽しめました。あと図書室みたいなところも見れたり、それからアンデルセンの彫刻とかもいくつかね見れました。人魚姫を見に行こうということで Google で調べたんですけど、本当はチケットだとどの電車でも良かったみたいなんですけど、よくわからなくてメトロの地下鉄の駅を見つけたので、こちらから乗っていきます。もうどこに行くにもこの Google ナビ頼りだったんですけど、おかげで迷子になることもそんなになく、時間はかかったんですけど無事に到着しました。スターポート駅になります。タッチするところが、道順も Google ナビで調べて歩いて向かいます。ナビ通りに来たらカステレット要塞に到着しました。こちらは北欧で最も保存状態がいい要塞の一つで、星の形になってます。でコペンハーゲンの港の入り口を防御するために1662年に建築されたそうです。天気もいいし青空が映えます。で遠くに風車が見えたので目指してきたら大砲もありました。お散歩してる人も多くって結構ゆっくり時間が過ごせました。で人魚姫の方向的には合ってるんですけど、この塔が見えたのでこちらも目指してきました。で入るとすぐにどっから来たのって聞かれて日本語の案内をいただきました。こういうのありがたいですよね。
セントオルバン教会は1885年に建築されたゴシック建築で、この白い建物がすごく特徴的なんですけど、この白を基調とした建物は石灰石が使われているそうです。少し先に進むと交差点で、もしかしたらここが要塞の入り口だったのかもしれないですね。さっきの教会の反対側から撮ったところですね。ここから見ても綺麗ですよね。そろそろ人魚姫の目的地に向かおうと思います。遠くからでも人が結構集まったので、もしかしてここかなって言って目指してきたら、やっぱりここでした。人魚姫は小さいんですけど、人だかりなのですぐ見つかると思います。チボリからちょうど1時間ぐらいです。人魚姫は世界三大がっかりって言われてるんですけど、ちなみに世界三大がっかりっていうのは、ブリュッセルのションベン小僧とコペンハーゲンの今回の人魚姫、シンガポールのマーライオンって言われてます。レンタル自転車もありました。続いて目指したのがニューハウンです。ナビが案内してくれたのが水上バスなんですけど、すぐ近くにあったので、この乗り場から乗ることにしました。この水上バスも最初に買った48時間チケットで乗れるので、気軽に水上観光が楽しめます。ここもチケットを押す場所があったんですけど、一回もね、何も見せることもなく、アプリの中だけで完結しました。立派な建物が見えたので、何だろうと思って後で調べたらオペラハウスでした。デンマーク王立プレイハウス、なんかすごいおしゃれな建物がいっぱいでしたね。ようやくニューハウンに到着です。だいたい20分ぐらい乗ってたかなって感じですね。ここから乗る人も結構多かったですね。降りる人と乗る人が同じぐらい多かったです。もうここの眺めはね、すごくね綺麗でした。オランダもアムステルダムに行った時にこういう眺めが見れたんですけど、全然ね、なんか同じヨーロッパでも全然違う景色でした。見てもこの景色、本当にね、もう最高です。すごい街並みっていうの、建物が並んでてすごく可愛いの。Google マップで高評価のところ目指していったんですけど、なんかいっぱいお店があるから、どこにしようかなってちょっとね、実際見ながら決めてみました。でこのオープンサンドのお店がすごく気になって行ったんですけど、もうすごくいい、もう特等席じゃないですかこれ。いい眺めでランチしました。このね、テーブルに水が置いてあるんですけど、これ飲むと有料になるんですよね。この日のメニューはニシンの酢漬けとサーモンとカツとエビでした。ビールをいただいたので5300円になりましたけど、どれも美味しかったです。眺めもいいし、おすすめのお店です。この席に座ってました。川沿いの席は満席になることが多いので、本当に運だと思います。この日は風も少し止んでたので、この観光船も乗りたかったんですけど、時間的にもう無理があったので諦めました。ここはストロイエ通りって言って、そのまままっすぐ歩いてきたところですね。なんかお店とかがいっぱい並んでて、歩行者天国みたいになってる場所です。ここでね、無印見つけました。早速ね、入っちゃいます。完全に日本と同じですよね。そのまま日本語のままで、別にラベルを貼り替えるでもなく、そのままね売ってました。なんか日本のものが普通に販売されてると、ちょっとね誇らしく感じちゃいますよね。で海外行くとだいたいヴィトンを除くんですけど、ここはね意外と種類少なかった印象ですね。入場規制もやってて、順番に入るような感じでした。ちょっと街歩きをしてるところです。酒屋さんもねすごくねおしゃれで、外から眺めてるだけでもね楽しめました。あと歩いてたらアンティークショップも見つけました。ここもね結構人が多くってにぎわってましたね。
洋服とか、あとねコペンハーゲンのお皿もありました。小さいのだけお土産にしました。でこのストロイエ通りからちょっと脇道に入ったところにちょっと人だかりがあったので行ってみました。で後から調べたらここラグレースっていうんですけど、デンマーク最古のお菓子屋さんみたいですごくね人気ショップでいつも混んでるみたいです。でこちらのお店ですね、人が流れるようにどんどんね入っていくので気になって私も入ってみました。なんかテーブルクロスに使われるような素材として販売されてるみたいだったんですけど、ハンドメイドにも使えるような感じだったので今回お買い物しました。こちらは 1m179 デンマーククロームでだいたい日本円で3800円になりました。現金が一切なかったのでここで両替をしました。これまでですね使うことがなかったので今回ここで初めて使いました。実際今回の旅ではフリマ以外では現金を使うこともなくて、ほとんどがキャッシュレス化が進んでたのでお財布を出すこともなかったです。でちょっとブラブラしてたらフライングタイガーがありました。で価格も見てみたんですけど日本の方が少し安いかなっていう印象です。こちらコペンハーゲンのランドマーク的存在のラウンドタワーです。入場料は40デンマーククロームで日本円だと800円ぐらいですね。入り口入ってすぐのところでチケットを購入して登っていきます。クレジットカードと現金が使えました。これずっとぐる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 登っていくんですけど、足元のレンガがねずっとこう敷き詰めてあるんですよ。すごいな、どれだけの労力だろうって思っちゃいました。最後にすれ違うのが大変そうなぐらいの細長い階段があったんですよ。それ登っていくと頂上になりました。コペンハーゲンの市内を一望できる景色ですごくね綺麗でした。眺めも良かったけど、ただねもう風が強くて大変でした。さらにこの上に階段があって登っていくとプラネタリウムの展望台のようでした。途中展示室もあったり窓からの景色も良かったです。ゆっくり見て回ってだいたい30分ぐらいの観光になりました。歩いてだいたい10分ぐらいかな。こう王の庭というところに来ました。すごいこの木がね見てこのなんか直角になっててどうやって剪定してるんだろうと思ってすごい不思議なの。本当に綺麗でした。でちょっと遠くに見えるのがローゼンボー城になります。ここもなんかねすごかったです。上から見てみたいなって思いました。この周りを囲ってる木もすごい綺麗じゃないですか。本当にねどうやって剪定してるんだろう。今回お城の中には入らなかったんですけれども遠くから見てもすごい素敵ですよね。この日の夕食は Google で高評価だったイタリアンレストランに行きました。こういうレストランって予約が必要だと思ったんですけど大丈夫ってことですんなり入れてもらいました。でカルボナーラとビールを注文しました。このカルボナーラもちもちしてて麺がすごく美味しかったです。でビールと一緒に届いたのがフランスパンだったんですよ。お通しみたいな感じだったのかな。お値段は258デンマーククロームで日本円で5400円です。毛糸がメインに販売されているお店でした。布はね一つもなかったですよ。
手芸糸が販売されてて、あとはボタンとかも福祉材関係が少し並んでました。すごいカラフルで綺麗に陳列されてて目が癒されました。セルフメイドという手芸店になります。ノルウェーにもあってチェーン店みたいです。布棚はもう見てるだけでなんかワクワクしますよね。カラフルですごくね綺麗な陳列でした。生地は種類が多かったんですけど、どっちかっていうと洋服向きな薄い生地とかニット系が中心のような印象でした。時期によって営業時間は異なると思うので調べてから行ってみてください。本当は地下鉄で帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱりね最後に景色が見たくてバスに乗って、一度エアビーに向かって荷物をピックアップしに向かってます。このね途中で見えるアパートマンションっていうの、この建物なんですけど、よく見るとバルコニーがガラス張りになってるんですよ。これがねすごくね印象的でした。今回の滞在先は Airbnb になります。民泊を利用しています。まずね到着するとここね2階なんですよね。2階までスーツケース運んでいただきました。本当にありがたかった。すごく重かったんで助かりました。そしたらねこうやってドアのところにウェルカムってウェルカムボード作っててくれて、なんかあったかく迎えてもらえて嬉しかった。この部屋にしたのはやっぱり暖炉があるからだったんですけど、もう本当にね写真で紹介されたまんまのお部屋だったので、すごいね安心して滞在することができたのも良かったし、ホストの方もすごく親切でコミュニケーションが取れたのは本当に良かったなと思います。雑貨類とかもねおしゃれに飾ってあって、もう居心地はねとっても良かったです。ここ本当におすすめ。ただ空港から近いけど市内からはちょっと離れてるので、でもそんなに苦じゃないよっていう方とか、あとゆっくり旅がしたいっていう方にはおすすめのお部屋になります。でこの部屋は2つベッドがあったんですけど、どっちも使っていいよっていう風に言ってもらいました。で隣の部屋にもファミリールームみたいなところがあったので、家族で利用されることができるお部屋になってます。それから Wi-Fi の速度もすごくね速くて良かったです。あとお洗濯も1回だけ無料で2回目以降は有料になるっていうことでした。この時到着したばっかりで撮影してるんですけど、夜の8時なんですけどまだ明るいですよね。でここはシャワールームですね。トイレとシャワーが一緒になった部屋になってます。こうやって泊まるのは別になってるので、オーナーさんと一緒に使うわけじゃなくって、泊まってる人だけが使えるように分かれてるのもすごくね良かったです。時間気にしないで入れますからね。あとはタオルとかドライヤーとかも使わせていただきました。これは Airb によって設備が変わると思うので、宿泊の時に確認されるといいかなと思います。それからレンジと冷蔵庫もついてます。簡単な調理とかもできる感じですね。でここにお水とミルクを用意しておいてくれてありがたくいただきました。お皿とかグラスとかカトラリーとかも全てね揃ってて綺麗に整ってる。この Airb は本当に良かったですよ。お部屋がね可愛かったのでテンション上がっちゃいましたよね。でろうそくとかもあちこちに置いてあったので何気に灯したりとかしてゆっくり過ごしました。夜のね9時半なんですけど、まだねこんだけ明るいんですよね。であと暖炉もやり方教えてもらって、一人でね最後の朝ですね、これちょっと使って撮影してみました。どんな風になるかなって、ちょっとね癒しの時間でした。あとここの Airb には結構いろんな小物とかも置いてあったので、電源ソケットとかもあったりして、心遣いが本当にもうありがたい感じの場所でした。ぜひねおすすめなので概要欄の方にも掲載しているので、よかったら参考にしてみてください。
こういうニットのソックスとかも置いてあってありがたかったです。あとポットもあるので部屋でお湯を沸かして紅茶とかコーヒーもいただけました。これもね自由に飲んでいいよっていうことでいただいたんですけど、あとねテーブルには果物も置いてあってそちらもね自由にいただけたので翌朝の朝ごはんになりました。このピンクに見えるお花、木のお花は日本でいうと桜みたいな存在だそうです。やっぱね春なんですよね、デンマークも。やっぱり北欧は冬が長いのでこうやって外も楽しめるように天窓とかね多くあるのかなっていう印象でした。ということで今回のコペンハーゲン編はここまでになります。いかがだったでしょうか。次回は2カ国目ノルウェーを旅します。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。